どうも皆さん、カレンジョローでございます。どうも皆さん、カレンジョローでございます。ハーフとニューハーフでございます。コロンビアと日本のハーフで、ジョロー犬のジョローでございます。When did you come out as transgender? 5年前、19歳のちょっと前から自分の性別をちょっと変えようかなという不安が出てきまして、19歳からホルモン、カミングアウトプラスホルモンが結構1ヶ月ないぐらいのペースだったんですね。When did you move to Japan? Did it influence you to come out as trans? 日本に来た時はまだ14歳だったんですけど、お母さんに2年前ぐらいにはカミングアウトしてゲイですって言って、その時には全然女性になりたいと思ってなかったんですけど、結局日本に来たからにトランスジェンダーになりたいっていうよりも、日本に来て住んで自分のことだんだん分かってきてから女性になりたいなと思います。Did you have surgery and what was it like? 今まで手術受けたのは抗がん取るだけかな。本当は完全に自分が手術を受けずにもう抗がんだけ取っちゃったんですよ。で、なぜ抗がんを先に取ってなんでちゃんと形をしなかったのっていうのは、やっぱお金300万かかるから、ちゃんと自分の女性になりたいことになってたら300万ぐらいで、できるだけプロセスの途中は男性ホルモンがいらないと思って、衣装とかで隠さないといけない時はすごい痛いし、だからもう抗がんいらないと思った。で、抗がんだけの手術受けて、その長い間ホルモンを受けてたクリニックから抗がん取れますよ、手術できますよっておすすめして手術しました。そんな難しくなかったし、結構逆に割引されましたから、それだけすごい簡単だった。でも他のところは全然手術受けてない、ずっとホルモンだけで自分の体をどうなっていくのかの楽しみもあった。でもまあ受けたいと思ってないかも。もう多分ね、 C カップのこのね、 C カップか B カップのおっぱいだけですごい楽しいし嬉しいし、体のこのままで嬉しいし、もしかしたら顔にちょっといじりたいけど、それにしてももうメイクだけでパパパってできたら、もう手術に対してはすごい怖がりな方なんで、あんまり手術したことありません。 How was your first shot of HRT? 怖かったよ、怖かったよ。これからどうなるのかみたいな感じだった。最初は不安が多かったし、びっくりしたのは乳首めっちゃ痛かった。はい、何これみたいな。で、髪の毛ちょっと抜けてきたり、肌の質がちょっと変わったり、なんか今日クリーム塗ったけど気持ちいいな肌いつもよりとか、あと毛がすごいちょっとずつ薄くなったり、メンタル的にはやっぱ多分半年経ってから分かってきた。最初の半年は多分ワクワクしてるし、そのちょっとでも変わりあって、それがもうエモーショナルになるから、自分のメンタルはあまり気にしないけど、半年落ち着いて自分の体あんまり変わらなくなってから、このメンタルが出てくる。やっぱ不安が出てくれたり、半年でも何も変わってない、なんか少ないなとか気持ちをすごい多くなる。だからそこはできるだけ私はしなかったし、本当に後悔してる部分がある。この精神科とか、できるだけ精神科といって相談してやった方がいいかなとおすすめしたい。みんなにメンタルは大事だなっていう。 How did you find your current drag queen job? さっき言った通りで、ジョロー犬家族に入ってて、ビクトリア・ジョローは私のお母様で、ドライクイーンのお母様で紹介されたんですよね。まだ名古屋に住んでて、東京にこういうところあるよ、仕事できるよっていう紹介をさせてもらって、だんだん1年に1回2回ぐらい東京に来たりして、今年の6月に東京に引っ越ししようと思って、でここからずっとキングダムを真面目に働いております。Have you had any bad experiences working as a trans woman? 自分から見て一番悪かった経験がおにぎり投げられた時かな、自分の顔に。昔の働いてた名古屋のお店、ニューハーフショーパブのところで、そのお店のママがちょっと怒ってたかな、私に対して酔っ払って盛り上がって、その人がちょっと私の顔をもう見たら食べかけてたおにぎりをバ
ボンって顔に投げられて、もうマトリックスみたいにうわーってもう目の前に見て、その時はすっごいもうキッチンに行って、もうタバコすごい2つみたいにもうバババって吸って落ち着いたんだけど、今までびっくりしてるいろんな経験もあるけど、まあ酔っ払ったり夜のお仕事をしてる時はやっぱお酒が結構入るから、皆さん気をつけてください。お酒も。 How did you learn to do makeup? 6歳とかお母さんのメイクを使いたいっていう気持ちをやっぱ子供があって、それはやり始まって、まあでもやっぱ下手くそだし外に出れないし男の子だと分かってたけど、一旦やめて、で16、15歳やっぱネットとかインスタとか持つようになるとやっぱ見れるんじゃない？この男でも女性でも関係なくメイクできるよとか、やっぱその頃はルーポール・ドラッグ・レースとか見始まって、あ、男性でも女性のメイクしたり女性の服着たりできるんだと思って、そこからちょっと自分もだんだん稼いだお金を、メイクをちょっとずつ買ったり、自分で個人を勉強しながらずっと動画見たり、いろんなレフェレンスを見ながら練習して、17歳とか18歳の頃ぐらいにはもう男性のまんまだけどメイクしたいってなって、メイクしたまんまで外に出たりとかやってたんですね。 Is this a paintbrush? ペイントです。これフェイスメイクなんだけど、これ買った時にこれはセット着てて、色とかいろんなペインティングする時はこれが細かくてすごく細いし、できるところはすごい綺麗にできたり、適当に使ってる。私あんまりこのブラシはこのためとかこのブラシはこのため絶対それに使うんじゃなくて、もう絶対違う使い方なのにもう自分のなりの使い方してるだけ。すごいおすすめです。こういう細いペインティングのものはめちゃくちゃおすすめでございます。 Do you have a boyfriend? はい。 Does your boyfriend's family know you're trans? Oh, good question. いい人たちと出会って嬉しかったな。問題がなし。多分最初はショックで、最初の付き合いの2年間はあんまり連絡取らずにほっといったみたいな感じで、あんまりどうしようもなく、私もあんまり無理やり会いましょうとか、無理やり私のことをもう受けてほしいみたいなことも探してなかった。でも2年間経って彼氏のお母さんはこういうイベントあるから見に来てって呼ばれてから、私も彼氏にそろそろ会わないとね、そろそろちゃんと私もずっと世話になってるから会いましょうってなって、あんまりあなたはトランスジェンダーだからとか、いつ子供が作るのとか、そういう変な質問がされたことない。ラッキーなところある。自分もいろんな怖い話を聞いたことあって、今までは多分自分がすごいセーフだな、すごいありがたいなと思ってる。 Could you tell us about your relationship with your family? お母さんとはカミングアウトした時は2人とも受けてくれました。それは確か。お母さんでもお父さんでも応援してくれて、分かってたと思う。生まれる前からこの子は絶対ちょっと変わってるな。2歳の時からもポーズの時はみたいな、写真撮る時には絶対みたいとか、ダンスめっちゃ好きだったり。でもゲイのカミングアウトの時は心配があったけど、頑張れば男のままでいれば多分いい生活できるんかなっていう風で結構早めに受けてくれたんですけど、やっぱトランスジェンダーはもう一個のカミングアウトで心配が多くなった。仕事がどんな仕事できるか、差別がもっと増える可能性があるとか、やっぱそういうところお母さんがすごい心配だった。嫌だとかいう気持ちじゃなくて心配が勝ってた。やっぱり親が自分の子供が幸せで生きててほしいなっていう気持ちがたくさんだと思うので、今はお母さんとも全然すごく仲良くていい感じです。逆にちょっと残念ながらお父さんがいろんな家族問題であんまり会ってないんですけど、自分のトランスジェンダーのところを受けたのは確かだなと思います。ホルモンはいくらぐらい高いですか？ドラッグの仕事で払える？大丈夫？そこまで高くないと思いますよ。保険だけが効かないだけでちょっと大変だけど、めちゃくちゃ高いではない。多分高くなっていくのは手術ぐらい受けたりしてると思うんだけど、ホルモンはこの今の仕事をやって全然払えるぐらいかなと思います。パッチ
をやってて1ヶ月に5000円とか6000円 So you can afford it. 払える。 When did you decide you could use the women's bathroom? ホルモン始まってからすぐ、その前まではやっぱり自分が男性の感覚で生きてて、いや絶対女性のトイレに入っちゃダメだなと分かってたし、でもホルモンがやり始まって自分はトランスジェンダーだって言って、でラッキーなことがあったんですよ。工場で働いてた時にすごい優しいリーダーがいて理解してくれて、で周りの外国人の方が結構多くて、でみんな愛されてたからいいよみたいな、みんな受けるしリーダーも受けるからどうぞ入っていいよ、もうだんだん女性っぽくしてだんだん仕事でも入ってから女性トイレに入りました。でも一番怖かったのはやっぱり外、駅とかスーパーとか悩んでたりしてたけど、いまだにたまにちょっと怖い、この身長差もあるからなんか変な声されるのかなって自分でも気をつけてる。できるだけあんまり人がいっぱいいるところのトイレあんまり入らないとか気をつけてるけど、結構早めから全然女性トイレの Do you have any advice for people? 自分らしく生きた方がいい、人生を過ごした方が楽になるんじゃないかな。でも絶対に自分がすぐ分かってたら早くもうカミングアウトしなさいっていうのはあんまりおすすめしない。ちゃんと自分の心、ちゃんと自分が分かってから、やっぱり私は自分の中では男性で生まれたけど自分の中では女性だなが、できるだけ自分のことを知って、やっぱり自分がこうなりたいんだ、できるだけ探した方がいいよ。もう今ネットがいっぱいいろんな人が見れるしいろんな人が知れるから、もしできれば自分のことを一回理解してからカミングアウトして、そこから自分のいろんなプロセスに入った方がいい。何すればいい、ホルモンが受けた方がいい、手術した方がいいとか、それは自分の勝手。今まで私も手術あんまりせず抗がんだけ取ってホルモンだけにしてこの今の生活してるから、これをやった方がいいとかこうやった方がいいとかあんまり言わない。ただ自分がちゃんと決めなさい、自分の感情をちゃんと分かってから一本踏み出した方がいいんじゃないのかなと思います。 If you could talk to your 14-year-old self, what would you say? すごい物語に入るから楽しんで頑張って気をつけてねっていうだけ人生の一番面白い物語がこれから始まるから頑張って気をつけてうまくやってねっていう感じしか言えないかもね本当に。また今度皆さんに会える機会があればよろしくお願いしますね。ありがとうございます本当に。